はい、おはようございます。本日はいよいよコンボブレーカー私の出番の日でございます。あと2時間ほどでですね、試合が始まるので、ここからね、準備していきたいと思うのですが、現在はこんな感じになっております。もうね、この2人は昨日試合を終えて、ラウンド2に進む。どうやらね、前移動キャラがあるらしいんで練習をしていると。そして川野の見つめる中、これは孫優斗がやっているということは、こちらもマイマイ前しかいない。前しかいない。なんだか恐ろしい事態。なんでだ。そしてここは当たります。順調にいけばこの2人は当たる。もう対戦してるからね。当たるけどそういうんじゃないし。孫の道中にはブラズあり。どうだか。さあ、会場はこのような感じになっております。こちらね、私のプールの104番、午後2時から始まりますね。もう、1回戦が始まってますね。まだ全員ウィナーズでありますが、今回はね、日本勢かなり調子よくて、大体最初のプールはウィナーズで勝ち上がっているみたいなので、私もね、頑張っていきます。はい、たった今プール抜けまして、ギリギリでした。3ラウンド選手されてからの、4ラウンド選手でなんとかまくり、ラウンド2に、駒を進めることとなります。ラウンド2はおそらくあと2時間半ぐらい後からので一旦ね、戻ろうかと思うんですが、ここでですね、現地シカゴ在住の、日本の方にお話を伺うことができるとのことなので、ちょっとね、おすすめの食べる場所のことを聞いてみたいなと思います。お願いします。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。もうシカゴに住んで7年。そうですね、もう結構長いこと住んで、最初のうちはちょっとコロナとかであんまり外は出歩けなかったんですけど、いいですね。そうですね、2019年にこっちは来たので、なるほど。でもそうです、シカゴは結構長く住んでるので、いろんな、でもダウンタウンの方であるんですけれども、ご飯どころとかは結構、ぜひここのシャンバーグエリアで行けそうなところ。そうですね、難しいが、僕ダウンタウンに住んでるので、この辺りとか来るのはその北の方にある三つ葉という中の他の格ゲーマーの方々もちょっと行っていらっしゃると思うんですけれども、日本食スーパーのところとかにフードコートがありまして、でそこに結構その日本食のところとかがあるので、そういうところに、行くためだけに来るようなエリアとなってますね。ズバリこれは食っとけみたいなのがあります。そうですね、やっぱり、皆さんご存知の通りシカゴピザ、最近すごい流行ってるじゃないですか、日本の方でも。もちろんすごいおすすめですし、であとその次におすすめなのはホットドッグですね、シカゴスタイルホットドッグっていうのが結構有名でして、ビーフだけを使ったソーセージを使って、で他にもいろいろ定義があるんですけど、特に重要なのがケチャップを使わないっていう。ホットドッグなのに。そうですね、素材の味を楽しむっていうことでマスタードは使うんですけれども、独特なスタイルのホットドッグが結構シカゴとしては特徴的でして、であともう一つ個人的に外せないかなって思うのはイタリアンビーフっていうサンドイッチですね。イタリアンビーフなのに、シカゴなのにイタリアンビーフ。そうなんですよね。もともとシカゴのイタリア人コミュニティの方々が、肉屋をよくやられていて、それでまかない飯としてその端の方の硬い肉をじっくりゆっくり、煮て薄くスライスして、それをサンドイッチとして食べようというのがもともとの起源だったとされているんですけれども、それをその何十年か前ぐらいにみんな一気に真似し始めて、今じゃもうダウンタウンとかのいわゆるホットドッグ屋さんとかでは結構ホットドッグとイタリアンビーフみたいな売り方をしてる店がかなりあるんですよね。その今言ったピザとホットドッグとイタリアンビーフが、いわゆるシカゴの三大グルメに当たるんじゃないのかなと個人的には思ってます。割と手軽に行けそうなので、そうですね、ぜひこれからのちょっと期間は短いんですけど行ってみたいなとぜひ思います。ありがとうございます。
はい、ラウンド2終わりました。今ですね、フードさんに吹っ飛ばされたところであります。強かったな。取れそうなラウンドあったんだけどね、いいように転がされてしまいましたが、でラウンド2なんですが、まず初戦のディーンさん、ボストンのディーンさんというですね、竜の方には、勝てまして、続いて上がってきたのが松五郎さん。で松五郎さんはね、広島の大会では僕は剣を出したんですけど、今は JP でも結構いけるのかなと思って JP 出させてもらいます。かなりね、激闘の末、2-1で勝利することができました。そして迎えた、旧リジェクト対決、フード対時戸はフード 2-0 で、私は敗退してしまいました。しかしながらですね、ラウンド2のウィナーズファイナルで、負けた人は自動的にラウンド3の方には行けることになっております。でラウンド3、明日迎える相手はもう決まっていて、グッドエイトスクワットのガチ君と、明日の朝一で当たることになります。もうね、そこから先はちょっとね、気にしてもしょうがないんで、まずはガチ君対策を全力で練って、明日本当にその一勝にかけにいきたいと思います。フード強かったわ。いろんな人がいます。どうですか？次はメナ、2先なんで全然あると思うんで、確かにまだまだ2先なんだよな。さあ、正義の時計人ボンちゃん対この FGC のスパイシーキングユリエル・ベロリオです。最強です。5対クリス G、 おそらくクリス G が1本取ってんのかな。いや、これ残るんじゃないの。残るのを判断して1、なるほど。これ火にすることでモダンの守りを使うつもりだ。何は抜ける。体力は若干クリス G か。出たクリス G 強かったね。下から頑張ってください。ベティチャスどう見えてる？これ解釈いつまで持つか分かんないから早く説明すると、孫さん対ベティチャになってる。で今から始まる。はい、今ですね、孫さんの試合を見届けまして、コンボブレーカー会場を後にします。でね、また、徒歩で帰路についているんですが、夜は寒いね。こちら9時になっているんですが、気温は16度か。まあ歩いてるうちに暖かくなるでしょう。いやー、すごい試合ばっかりだな。で会場いるとやっぱりもう疲れるね。いろんな試合あるし、センキュー。いろんな試合見たくなっちゃうし、ハラハラドキドキするもんだから、もうね早めに退散して、明日に備えた方がいいです。明日はガチ君でございます。これからマジで人読み全開にやって、あいつのポイントを獲得させない。これはですね、去年、確かガチ君と僕ね、エボジャパンで当たってるんですよ。で、彼はですね、カプコンカップが出場して、もう確定しているにもかかわらず、私のポイントのゲットを邪魔してくるというですね、これはね、もう、僕はお返しをしてあげようと思います。明日は絶対ガチ君。止めます。やったるぞ。ホテルに戻ってきました。今こんな感じになってます。今回はね、強メンツもなかなか思ったように残れず、この部屋でね、ウィナーズ残ってるのはナックルのみでございます。
さっきからもう1時間ぐらいずっと対戦してるこの2人。やばいね。二先2回ぬるいっす。無限っす。無限かい？あああ、さあ明日ね、勝ち込む試合頑張ってきます。明日トップ8まで駆け上がります。それでは本日はこれでまた。